ちは。波書道日本語レッスンのナミです。今日の東京の天気は最高温度が28度、最低温度が16度です。最近ずっと雨が降っていました。だけど今日は天気がとてもいいです。暖かいですね。今日のテーマは日本の労働文化です。労働文化。ちょっと今日は難しい日本語がいくつか出てくるので、ぜひ字幕設定をして聞いてみてください。日本の会社は昔から会社は家族という考え方があります。日本の会社はただ仕事をする場所じゃなくて、生活の一部でみんなで一緒に頑張ろうという考え方がとても強いです。日本の会社の、独特なシステムが2つあります。1つは終身雇用。終身雇用です。これは一回会社に入ったら最後まで定年まで働くという意味です。一回会社に入ったら定年65歳まで働く、制度です。もう一つは年功序列です。年功序列。これは働く年が1年、2年、3年と上がるにつれて給料も上がっていくというシステムです。日本では終身雇用と年功序列2つのシステムがあります。もちろん最近はこの考え方が変化してきていますが、未だにこの考え方が残っている会社もあります。最近のスタートアップ企業ではこういう考え方はなくなってきていますね。日本の労働文化を話すときに、必ず話題になるのがサービス残業です。サービス残業。聞いたことありますかね？サービス残業とは、給料が出ないのに残業することです。お金がもらえないのに夜遅くまで仕事することです。もちろんこれは法律で禁止されていますが、過去には多くの会社でありました。今でもサービス残業をしている会社があると聞いたことはあります。そもそもなぜサービス残業が起こるのでしょうか。これは日本人独特の、考え方があるからだと思います。日本ではみんなで一緒に協力して仕事を終わらせるという考え方や、上司より先に帰れないといった考え方が強くあるからだと思います。最近では残業を減らす取り組みも政府が積極的に行われていますが、今でも問題になる日本の労働文化の一つになります。また仕事以外の交流も日本の労働文化の一つです。例えばノミニケーションなどがあります。ノミニケーション。これは飲み会に参加してコミュニケーションを取ることです。仕事の話だけじゃなくて、プライベートの話をすることでチームワークを向上させる目的があります。もちろん参加は強制ではないので、行きたい人だけが参加をしますね。はい。他にも忘年会や新年会が日本の会社ではよく行われます。忘年会は年末にする、飲み会です。新年会は新しい年を
お祝いするために、します。この忘年会や新年会ではカラオケに行ったりダンスを練習してみんなの前でなんか発表したり、なんかそういうイベントなどもよくありますね。時代とともに日本の労働文化も変化してきています。例えば家でお仕事をするテレワークや好きな時間に会社に行くフレックスタイム制などがあります。最近だと男性の育児休暇なども取れるような社会になってきています。皆さんの国の労働文化は何かありますか？ぜひ教えてください。今日は日本の労働文化についていろいろご紹介しました。今後も日本の面白い話題や文化などについて楽しく話していくので、これからも聞いてくださると嬉しいです。はい、ではまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。